はいどうも、ポチです。本日発売の公式ファンブック。皆さんはもうご覧になりましたでしょうか？かなり前から言われてはいたんですが、過去最多レベルの新情報が続々と解禁されました。ということで本日は公式ファンブックで明らかになった衝撃情報10選をご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開！初登場時からずっと停学をしているはかりなんですが、今回ついにその本名と停学の理由が明らかになりました。本名ははかり金次。東京校に2人いる3年生のうちの1人で、なんとギャンブラーらしいです。はかりの術式については、芥見先生がコンプラを気にしていたんですが、確かにギャンブル系となると少年誌としてはコンプラギリギリになってしまいますよね。もちろんまだ確定ではないんですが、個人的には自分や相手の呪力をベットしてかけたりする能力だったら面白いかなと考えています。ちなみに停学の理由なんですが、どうやら百鬼夜行の時に上層部と揉めてしまったことが原因みたいです。そう考えると今後虎杖の肩を持ってくれる可能性は十分ありそうですよね。作者である芥見先生が認める最強呪術師五条悟なんですが、なんと五条家の現当主であるということが確定しました。また五条家は五条悟のワンマン家系ということも分かっているんで、五条悟が封印された今、より五条家の存続が不安視されることになります。取り潰されることはさすがにないと思うんですが、幽雲など五条家が所有している呪具などもあるようなので、そういったものの権利が脅かされる可能性はあるかもしれません。ちなみに五条悟の目隠しの理由は、呪力が詳細に見えすぎる陸眼で目が疲れやすくなってしまうからみたいです。伏黒の入学は随分前に決まっていたらしいぞというセリフから、呪術高専に入学した経緯が非常に注目されてきた釘崎なんですが、実はおばあちゃんによる推薦で高専に入学したということが明らかになりました。またどうやらそのおばあちゃん自身も呪術師らしく、釘崎と同じく数霊呪法を使っていたみたいです。釘崎の状況に反対していたおばあちゃんなんですが、術式の使い方をレクチャーしていたことや、地元で呪術師として割と活躍していたことから、呪術師になること自体には賛成だったのかもしれないですね。渋谷事変で命の危機に瀕している釘崎。五条先生が言っていた通り、地方と都会では呪霊のレベルも違うので、おばあちゃんは釘崎の身を案じて大切な孫を守るために状況を反対していたのかもしれません。かつて陰陽道を牛耳っていたとされる鴨家。呪術廻戦の鴨家はこの鴨家をモデルにしていると言われているんですが、御三家の中で最も上層部との関係が深いと説明されていることから、鴨家と同じようにかつて鴨家が呪術界を牛耳っていた可能性は高そうですよね。もしそうなれば、偽下等も体にちなんだ術式ということで、鴨家の人間の可能性が高いので、その正体は呪術界を牛耳っていた時代の鴨家の誰かなのかもしれません。全員直人の登場で一気に注目を浴びた特別一級呪術師という階級なんですが、これについても今回の公式ファンブックでその詳細が明らかになりました。個人的には一級と特級の中間、つまり準特級のポジションかなと思っていたんですが、どうやら非高専関係者の一級相当呪術師のことを指す階級みたいです。フリーランスである命名が特別一級呪術師ではないことから、高専出身かどうかが一つの判断材料になるのかなと考えているんですが、非高専関係者の定義についてはまだ考察の余地がありそうです。138話で勃発した牧舞の父親が2パターンいる問題なんですが、ついにこの問題に終止符が打たれました。どうやら2人の父親はやっぱり直人ではなく、直人の弟というのが正しい情報みたいです。また直人には兄もいるらしく、その息子がパパグロとのこと。年は離れていますが、パパグロと牧舞はいとこということになるみたいですね。ちなみに特産の影棒術が送電の術式として確定していた全員家なんですが、直人が使っていた投射呪法も同じく送電の術式みたいです。全員家は御三家の中でも特に術式にこだわりのある家柄なので、投手レベルになるとその条件は必須になってくるのかもしれません。過去編のエピソード以降、パパグロの介護官としてのポジションが固まってしまっていたマキ。一般人並みの呪力がある以上、パパグロにはなれないと思われていたんですが、本人の考え方次第ではパパグロクラスの力を手に入れられる可能性が出てきました。現在伏黒は全員家の次期当主として候補に上がっているんですが、おそらく伏黒は全員家の当主にはなりたくないと思うので、もし本当に牧のパパグロ化が実現することになれば、牧が全員家の当主になるという展開も十分あり得るかもしれません。
全員家は特に男性や送電の術式を重んじる家柄で、マキが当主になること自体かなり大きな革命になると思うので、個人的にはその説を推していきたいと思っています。未だにその真の正体が謎に包まれている偽下等なんですが、その実力が明らかになりました。どうやら脳を入れ替えることで体を転々とできる術式以外に、反転術式を使うこともできるみたいです。ただ、脳で体を転々とする能力の反転術式はあまり思い浮かばないので、もしかしたら術式反転はないのかもしれません。そもそも脳を転々として生きながらえれるだけで、すでに天元の上位互換みたいな状況なので、改めてその凶悪さに驚かされます。ちなみに、額の縫い目を直さないのは縛りの影響みたいです。スクナの唯一の関係者として絶大な存在感を放っていた裏梅。結局未だに男性なのか女性なのかは不明なんですが、ひとまず裏梅が家系などではなく名前であることが分かりました。また、術師である以前に料理人であり、その腕を見込まれてスクナのそばに仕えているみたいです。スクナの術式は料理ではないかという説が有力視されているんで、スクナが包丁とコンロ役、裏梅が冷蔵庫役といった感じなのかもしれません。どうやら裏梅は人を料理するのが得意らしいんですが、言葉通り受け取るとかなりエグい話になるので、引き続き情報を待ちたいところです。呪術廻戦最大の宿敵であるスクナなんですが、なんとその過去の一部が明らかになりました。どうやら呪詛師だった頃は五条悟の比にならないくらい恐れられていたらしく、どちらかというと天才のような存在だったみたいです。裏梅の解説から人間も食べていたくらい食事が好きだったみたいなので、天才のような存在ということからも、もしかしたら通りすがった村の人たちを襲ったりさらったりするような生活を送っていたのかもしれないです。地方には両名スクナの英雄伝説なども残っているんですが、作中のスクナはその名前を冠していただけの別人なので、そういった背景は全く反映させていないみたいです。どちらにせよ、ナルトのキュービのように分かり合えるタイプではないみたいなので、一体どんな最後を遂げるのか非常に楽しみです。ということでいかがだったでしょうか。正直これらはファンブックの1割にも満たない内容なんですが、それでも相当考察する余地がありますよね。少しお高めにはなっているんですが、新情報だらけなので、購入を迷っている方はぜひ手に入れておくことをお勧めします。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく、次の動画で会いましょう。バイバイ。